ねえ聞いてよ。今朝、起きたら私のベッドにゴキブリがいたんだよ。びっくりして飛び起きちゃったよ。エアコンにゴキブリが出た後、ベッドにまで出たのか。それは大変だったな。笑い事じゃないよ。ベッドに出るゴキブリの対策方法って何かないの？ちゃんとあるぞ。じゃあ、今回の動画では、ベッドに出現するゴキブリの原因と対策について解説するぜ。まずは、ゴキブリがベッドに現れる原因について解説するぜ。お願いします。そもそも、どうしてベッドにゴキブリが現れると思う？ベッドがゴキブリの好む環境になっているからかな。前回の動画でもあったけど、埃や湿気が多い、暗くて狭い、冬でも暖かい。これらの条件がベッドにも当てはまってるんじゃないかな？その通りだぜ。ベッドは綿ぼこりやダニの死骸が発生しやすい上、人は寝ている間に汗をかくから湿気も十分あるんだ。このようにして発生した埃や水分は、ゴキブリにとって最高の餌になるんだぜ。しかも、夜行性のゴキブリにとって夜に暗い部屋は活動しやすく、人間の体温で温められているベッドは最高の空間なんだ。布団の中にまで入ってくるゴキブリは、そういう意図があったんだね。そういうことだぜ。対策をしておかないと、気づかないうちにゴキブリが口や鼻に入ってくるかもな。気持ち悪いこと言わないでよ。どうすればゴキブリがベッドに来なくなるの？じゃあ、ベッドに来るゴキブリの対策方法について、順番に解説するぜ。主な対策方法は4つあって、部屋をきれいにする、アロマや発火油を使う、部屋の隙間を埋める、他の場所でゴキブリを発生させないがあるぜ。へえ、今回は4つもあるんだね。ああ、まずは、部屋をきれいにするから解説するぜ。とりあえず掃除すればいいんじゃないの？もちろん掃除をすることが大切だが、気をつけてほしいポイントがあるぜ。まずは、布団や毛布を洗って干してほしいぜ。めんどくさいな。布団に掃除機をかけるだけじゃダメなの？掃除機だけでもダニは減らせるが、湿気は布団に残ったままだぜ。だから、布団を干し、風に当てて湿気を減らすことが大切だぜ。でも、冬やベランダのないアパートだと、布団を干せないよ。そういう時は布団をラックにかけ、扇風機の風を当てておくだけでも十分な効果があるぜ。日に当てなくてもいいの？カビなどを研究している浜田信夫氏と森義明氏の論文では、この方法でも十分効果があると発表されているぜ。へえ、それなら冬でも安心だね。次に気をつけてほしいのはベッド下の湿気や埃だぜ。特に、ベッドと床の距離が近かったり、ベッド下に収納がある場合は注意が必要だぜ。収納があったら何か問題があるの？収納などがあって床との距離が近いと、結露によって湿気が発生しやすい上、狭くて、埃が溜まりやすくなるからゴキブリの最高の住処になるぜ。なるほど。しかも、掃除がなかなかされない場所だから、気づいたらゴキブリが繁殖していることも珍しくないぜ。じゃあ、面倒でもベッド下もちゃんと掃除しないといけないんだね。そういうことだ。あと、湿気対策に除湿シートを使ったり、サーキュレーターで風を送ることも大切だぜ。これらのリンクは説明欄にも書いておくから、気になる人は確認してほしいぜ。ゴキブリだけでなく、カビ対策にもなるからいいかもね。で、最後に気をつけてほしいことは、ゴミを捨てることだぜ。へえ、掃除するんだからちゃんとゴミ箱に捨てるよ。いや、これは部屋が汚い人あるあるなんだが、ゴミをゴミ箱に溜めたままの人が多いんだぜ。あと、掃除はしたが、飲み残しは置いたままになっていたりするんだ。ゴキブリは一応飛べるから、ゴミ箱内のホコリも食べれるし、飲み残しもゴキブリの良い餌になるぞ。特に、ゴキブリは酒も大好きだから、酒の瓶や缶を開けておくと匂いにつられてやってくるぞ。そうだったんだ。できるだけゴミ捨ての前日に掃除するか、ゴミをゴミ袋にまとめて縛っておくことが大切だぜ。また、飲料の缶もすぐに捨てるか、捨てれない時は缶の中をよく洗っておいた方がいいぜ。やばい、早く洗っておかないと。というわけで、部屋をきれいにするときに気をつけてほしいことは以上だぜ。あとは、各々の方法で部屋をきれいにしてほしいぜ。了解だよ。次は、アロマや発火油を使った対策方法について解説するぜ。アロマって前回の動画でも言ってたハーブのことだよね？そうだぜ。携帯アロマなら体に塗って、置き型アロマならベッド近くに置くと、ゴキブリが嫌がって近づかなくなるぜ。
アロマならリラックス効果もある上、なんかおしゃれだからいいよね。アロマ以外にもハッカ油もおすすめだぜ。ハッカ油ってどういう効果があるの？ハッカ油には虫除け効果だけでなく、掃除や香り付け、入浴剤としても効果があるぜ。香り付けや入浴剤にまで使われるの？要はめちゃくちゃスースーするミントみたいなものだからな。自作アイスでミントオイル代わりに使う人がいるくらいだぜ。じゃあ、食べれるものなの？スースーするが食べれるぜ。だから、スプレーを使ってベッドに吹きかけても何も問題はないぜ。直接吹きかけるなら防虫効果は大きそうだね。そうなんだぜ。ただし、火の近くで使うことと猫の近くで使うことは避けてほしいぜ。油だから引火するのはわかるけど、どうして猫の近くで使ったらダメなの？猫にアレルギー反応が出るかもしれないからだぜ。ちなみに犬の場合は大丈夫だから、犬のダニ対策にもおすすめだぜ。なるほどね。この2つの商品リンクも説明欄に書いておくから、気になる人は確認してほしいぜ。で、次の対策方法は部屋の隙間を埋めることだぜ。隙間？私はちゃんと部屋の戸締まりをしているよ。部屋の戸締まりをしていても、部屋に隙間があるんだ。ゴキブリは1センチの隙間でも余裕で入れるし、種類によっては3ミリほどの隙間でも入ってくるぞ。立て付けが悪いドアや窓だと、3ミリくらいの隙間があることは珍しくないし、湿度や気温の変化によって木や金属が伸縮するから、天井の端とかに隙間ができることも珍しくないぞ。それって新築だったとしても、隙間があるかもしれないってこと？そういうことだぜ。こればかりは建築家さんに問題があるわけではなく、自然科学的な性質の問題だから仕方ないんだぜ。そんなのどうやって対策できるの？一応、素人でもできる方法には、シールやテープを使った対策方法があるぜ。これらを隙間ができている部分に貼ることで、隙間を減らすことができるぜ。そういうアイテムもあるんだね。でも、結構高いんじゃないの？二つ合わせて1000円くらいだな。防虫対策や冷暖房のことを考えれば、別に高くはないと思うぜ。確かに。てか、アロマより安いもんね。もし天井や壁の端に隙間があった場合は、市販のテープでもいいから貼っておくと効果的だぜ。ただし、壁紙によっては相性が悪い場合もあるから、その時は注意が必要だぜ。賃貸の場合は勝手に詰めたりできないから、剥がれやすいテープの方がいいかもね。そうだな。とりあえず貼っておくだけでゴキブリは入りにくくなるから、部屋に隙間がないか確認してみるべきだぜ。で、最後は他の場所でゴキブリを発生させないことだぜ。他の場所って、キッチンやお風呂とか？そうだぜ。意外かもしれないが、ゴキブリは同じ餌ばかり食べていると飽きてしまうんだぜ。その結果、いろんな味を求めて寝室までたどり着いてしまうんだぜ。意外と美食家なんだね。そうなんだぜ。もし寝室でゴキブリを見つけたら、キッチンや風呂場にはもっといると思っていいぜ。想像しただけで気持ち悪い。こうなりたくなかったら、他の場所もゴキブリ対策しておくべきなんだぜ。また、ゴキブリは一つの部屋に入れなくなったら、他の部屋に逃げようとするんだ。だから、家中からゴキブリを一匹残らず駆除したいときは、全部屋で同時にバルサンなどの燻煙剤を使うと効果的だぜ。ゴキブリの逃げ場所をなくしちゃえば、問題ないわけだね。そういうことだぜ。これで対策方法は全て解説したが、最後にベッドでゴキブリを見つけた時の対処法を紹介するぜ。対処法？そんなの殺虫スプレーでゴキブリを駆除すればいいんじゃないの？床や壁にゴキブリが出た場合は通常の殺虫スプレーでもいいが、ベッドの上で使う場合は冷凍する殺虫スプレーの方がおすすめだぜ。冷凍するスプレーは殺虫成分を含んでいないから、ベッドに噴射しても安心して眠れるぜ。そっか、殺虫成分は人間にとっても良くないもんね。もし冷凍するスプレーがない場合はアルコール消毒液や洗剤をゴキブリにかけるのも効果的だぜ。どういうこと？この二つはゴキブリの表面にある油を洗い流して、呼吸困難にする効果があるんだぜ。特にアルコール消毒液はベッドにかかっても、簡単に蒸発するからおすすめだぜ。へえ、アルコールでいいなら、ビールとかはダメなの？ゴキブリの油を洗い流すには、濃度 50% 以上のアルコールが効果的なんだぜ。だから、ビールじゃなくて、スピリタスなら大丈夫だぜ。あ、そうなんだ。ちょうどスピリタスだけはあったからよかったよ。これらで即駆除できればいいが、もしゴキブリに逃げられた場合は部屋に閉じ込めるか、逃げ先を最後まで確認した方がいいぜ。
ゴキブリを閉じ込めるのは後から駆除するためとわかるけど、逃げ先を確認するのはなんでなの？ゴキブリが逃げた道は来た道である可能性があるからだぜ。逃げ道がわかれば、侵入経路を予測できるし、他のゴキブリたちをまとめて発見できるかもしれないぜ。ゴキブリを一網打尽するチャンスってことね。そういうことだぜ。ゴキブリを見かけたらパニックになる人も多いが、逃げ道だけは確認してほしいぜ。了解だよ。それじゃあ、今回はここまでだぜ。ご視聴、ありがとうございました。また見てね。